皆さんこんにちは。前回までの N 版プロジェクトでは床に杉板を貼ってこのように独創的に仕上げることができました。今日はリアの内装を木質化していきます。今回はリアガラス付近にあるユーティリティナットと呼ばれるネジ穴をうまく使ってフレンチクリートシステムと呼ばれるものをかけたり、それから収納したりするベースとなる部分を作っていこうと思います。収納ですが、もちろんカラフルな見た目の方がいいと思うので、今回は自分の好きなメープル、チェリー、ウォールナットの3種類をうまく使ってカラフルに仕上げていこうと思っています。もしフレンチクリートシステムをご存じない方は過去の動画で私も説明していますから、ぜひ参考にしてみてください。最初テーブル層で完成よりも少し幅を大きく揃えておきます。その後薄くバンド層で縦に割っていきます。最終的に 3mm の板厚にしたいので、この時 5mm ぐらいの薄い板に引いていますね。その後自動カンナを使って 3mm まで製材していきますが、普通自動カンナというのは 3mm まで薄く仕上げることが基本的には難しい機械になってきます。そういうこともあって少し見えていますが、白い板を下に挟んでやって 3mm の薄さまで製材できるように工夫しています。参考にしてみてください。それが終わったら、その 3mm の薄い板を接着するためのベースの板となる品合板をカットしていきます。今回使ったのは 12mm の品合板を使っています。ただ一言で品合板といっても、ホームセンターに売っているような品合板とは少し違います。ホームセンターに売っている品合板よりももう少し重ねてある回数が多い、しかも全てがシナで仕上がっているトモシンと呼ばれる合板を使っています。もし気になる方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。床と同様にバキュームプレスを使いました。3mm のハードウッド部分は品合板よりも少しオーバーサイズに作ってあります。当然その部分は最後にトリミングをするのですが、トリミングする前に私はサンディングをしておきました。どうしてもサンディングをすると角がだれてしまうので、角がだれてもいいトリミング前の状態でサンディングをしておくのが私は好きです。そしてそれが終わったらフラッシュトリミングビットでトリミングをしていきます。テーブル層で最終的な幅に一旦揃えておきます。そしてその後フレンチクリートシステムの特徴的なところの一つである45度面をカットしていきます。この45度面が車側、車両側とそれから物を引っ掛ける側と両方とも45度面があって、その45度面が接するように収納していくというのがこのフレンチクリートシステムの特徴になります。カラフルな45度の板がたくさん出来上がりましたね。そしてその板の表面にネジが取り付くための座繰りを開けておきます。今回フォースナービットで先に座繰りを開けておいて、その後にその中心に向かって貫通穴を開けていく作業になります。この手順の方がフォースナービットで開ける座繰りと貫通穴の中心が同じ位置に来やすいので参考にしてください。そこまで終わったら手でサンディングしておきます。先ほど表面、平面については機械でサンディングをしました。角のところはやはり機械仕上げではなかなかうまくいかないことも多いので、ハンドサンディングをすることが多いです。フレンチクリートシステムのベースとなる板についてはこのオイル塗装をして完成です。
このユーティリティナットは本当にネジ穴が開いているだけではあるんですが、いろんなオプションをつけることができます。もちろん純正でも多彩なオプションが準備されています。ただこのネジ穴を使ってどうやって遊び心を発揮していこうかなと思った時、たくさんの色の木、そして誰にも真似できないようなフレンチクリートシステムを作っていこうと私は考えました。ではそのフレンチクリートシステムにかけていく棚を作っていこうと思います。まずはその棚を作るためのジグ製作に入ります。一つ 6mm の溝を掘ったジグに対して 6mm のピンをそこにつけていきます。溝の中に瞬間接着剤をつけておいてアクティベーターをつけたピンを差し込みます。そしてマイターゲージで一つ溝を掘っておき、先ほどのピンをガイドにして等間隔にこのように溝を掘っていきます。これは組子の枠を作るときと同様の方法です。通常アメリカンブラックチェリーのような硬い材料を組子にすることはあまりないんですが、この時は自分の好きなカラーを出したいと思ってこれを選びましたが、後にそれを公開することになります。先ほど溝をつけたものを今度は縦に割っていきます。縦にスライスしてたくさんの溝が入った薄い板を作っていきます。チェリーは非常に硬いこともあって、こうやって丸のこの跡が非常につきやすいです。それを取るために自動カンナをかけるんですが、想定していたよりも深く焼け跡が、バーンマークが入ってしまったので、より薄くせざるを得ない状況になってしまいました。そういうこともあって、一つ目に作ったものはもうボツにしてしまうほど薄くなってしまったので、今組み立てているのは2回目の作業ということになります。その分仕上げが良くなったので、納得ですね。では先ほど作った格子を収めるための枠を作っていきます。使うのはウォールナットです。ウォールナットに先ほどの格子がぴったり入る溝を浅く掘っていきます。きつすぎず緩すぎずの溝が完成しました。その枠となる板の端には少し逃がしをつけておきます。逃がしておかないと車両への取り付けの時に邪魔になるからです。直線ではなく少しデコレートするためにカーブでつないでおきます。バンドソーで粗く取った後にスポークシェーブで少しずつきれいにしていきます。スポークシェーブも最初粗取りしてから仕上げという感じで進めます。そして最後はサンディングで仕上げです。組み立てる前に不要な格子のはみ出た部分をカットしておきます。使っているフラッシュトリムソーはハードウッド用とソフトウッド用に分かれている珍しいタイプのものです。概要欄のリンクから気になる方は確認してみてください。先ほどのウォールナットの枠に格子を入れて接着し、さらに端っこも見えないようにトリミングしておきます。
ただこれですとただのトリミングになっていて枠同士をつなぐ補強にはなりません。そこで枠とトリミングをダボで接着しておきます。オフカメラで細かいところをサンディングした後、この棚も仕上げの時がやってきました。時々どういう色のオイルを使っているんですかと聞かれることがありますが、この使っているオスモカラーエキストラクリアには色はついていません。木そのものの色が見えています。ですからこの枠に使ったウォールナットと格子に使ったアメリカンブラックチェリーの色の差がお分かりいただけるかと思います。オフカメラで作ったブラケットを使って車両に取り付けていきます。車両に乗せる棚ですからできるだけ軽い方がいいなということで今回この格子状にしてみました。実際持ってみるとサイズ感の割には軽くできているなという感じに感じられました。この枠が干渉しないように作った逃げも設計通り綺麗に収まっています。干渉なく取り付けることができました。ほっとしました。最後にブラケットと枠をネジ止めして完全に固定しておきます。この棚はフレンチクリートシステムですから当然付け替えることができます。今は上から2段目についていましたがその下やさらにその下など使用用途に合わせて取り付ける場所を変更することができます。フレンチクリートシステムはこうやって付ける場所を取り替えることができるのが最大のメリットかと思っています。ただこれは車両ですから前後左右にずれないようにしておく、もしくは走行中は取り外しておく必要があります。取り付けは皆さん自己責任でお願いしますね。そしてこのフレンチクリートシステムのベースの板は販売もしています。気になる方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。またふるさと納税なら実質2000円で買うこともできますから要チェックです。実際に実車での使い勝手を見てみたいと思われる方は徳島県にあるキャンピングカー専門店レイクラフトにデモカーとして置いてありますからぜひ触って体感してみてください。さて N 版プロジェクトは次回最終回です。天井をどのように作り込んでいくのか楽しみにしていてくださいね。天井編を見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。